とりあえずどこまで塗ろうかなって感じなんですね。とりあえずエンジンをばらしちゃいますか。意外に硬い。シリンダーヘッドの上のこれは、接着しちゃってあります。これは特にこれで塗るので、それよりもシリンダーヘッドが外れない。もうこれだ。で、とりあえずね、エンジンの取り付けあたりまで色塗ってみますか。青とかだね。オレンジを作んなきゃいけないですよ。じゃあ普通にシルバーからシリンダーヘッドからいきますかね。で次フラットシルバーなんですけど、あれです。普通にクロスのシルバーにフラットペース入れただけですね。これが上半分そうですね、下半分ここだけがブルーなんで、ブルーのとこもシルバー塗っちゃいます。で、あと大体のパーツ、キャブレッターもこの色ですね。もしかしたらこの下のシャフトみたいなシャフトのところとかはちょっと色変えた方がいいかもしれない。なぜかゴールドを混ぜるとかね。でここでちょっとこれをマスキングしてきます。ブルーを塗るためのマスキングですね。でこれにブルーは非常に発色が厳しいブルーなんで、白サフを足の部分ね、この両側出っ張ってるやつ、これはパンツやネグロスブラックなんで、またマスキングしてみますけどね。大体この大きさまでかな。ネグロス、エアブラシで塗るの今回は。多少真っ白にする必要はないと思うんですよ。エンジンの下で奥まってますから、これと合わせて勢いで黒くしてしまったエアクリーナーを取得します。で、これはクレオスのブルーを塗りますね。18かなちょっと暗かったかな。ハマーレットにダイダイを入れたんですけどね。でも渋い色っちゃ渋い色かもしれない。
じゃあまずこの部品をくっつけていきます。まずエンジンから組んじゃうか。じゃあエンジンの方を組んでいきやすか。少し墨入れしましたね。ほんの少しですけどね。まあインストの通り組み立てるだけです。こうか。接着剤ができれば裏側見えないところに接着剤を塗ることができれば一番いいですけど。足はこっちが前か。この足も前後があるのでオイルパンをくっつけて足元なんかここちょっと下ブルーが足りないね。この角とか後で筆で塗っておきます。シリンダーヘッドはもうオイル入れる蓋とかチューブとかはくっつけちゃいました。塗装してあるんでね、あんまり接着剤入れた後はつけられないですから気をつけて。マフラーというかエキゾーストマニホールドですね。エキゾーストマニホールドはね、真ん中に接着剤1個の1回乗せますか。真ん中のへこみにパイプが邪魔してるわ、めちゃめちゃ。換気扇をくっつけてやって、次にキャブレター。なんとか入れれるかな、流し込みで。キャブレターのね、足がね、ほんの気持ちこう広がってる感じなんですよね。なので逆にこう固定が効くんですけど、取り付けの時にほんのちょっとこう挟むような方向に力を加えないと入ってくれなかった。特に今回やんないですけど、
実写の写真見ると、ウォーターポンプこの後ろ方向にねこうパイプが出ているんですよ。でバルクヘッドの方に向かってるっていうパイプがあったんですけど、それは今回はやんないです。でこのパイプは仮止めの時に角度を決めてるんで、このエアクリーナーの穴に入るはずです。入ると思うけどね。エアクリーナーも、いったかな、いった。この下から木材入れるか。いやー、エアクリーナーもうちょっと色が明るかったっすね。茶色オキサイドレッドみたいな色になってるけど、これはオキサイドレッドじゃないです。ハーマンレッドに黄橙、ゼロ線の周辺に塗ってある黄色、あれを混ぜました。じゃあ、プラグコードをもうくっつけちゃいますんで、使うのは前もお話したようにこの手芸用のポリウレタンの紐ですね。紐中が糸中か 0.6 ミリ。前にこの端っこの部分、熱収縮ケーブル、こういうケーブルですね。これ温めるとキュッと縮むやつで、端部を作ってるんで、これを6本両側にこの収縮ケーブルをつけていく感じですね。でどこ行ったかな。240ZG エンジンというキーワードで 240ZG スペース1個開けて、エンジンで検索をしてやって画像の検索結果を見ると、いくらでも写真は出てくるんで、できるだけノーマルに近い状態にしたい。大きくできないかな。これクランプで止まってんのかな、多分。3本ずつ、前と後ろ3本ずつですね。デスビにデストリビューターにつながる順序っていうのもあるんですけど、一応どっち回転だか分かんないけどね、順序があるんですよ。そこまでは写真から分かんないんで判断ができないので、もしかしたら逆の順番につけちゃうかもしれない。デストリビューター側はそんなにね深い穴が掘れなかったので足を短くします。もう 0.6 ミリでも実際ちょっとバンサイズ大きいと思いますね。ざっと適当な長さくっつけちゃって切っていくか、くっつけちゃって長さを見ながら刺さなきゃね、この状態で温められますから。6本切り出しますか、とりあえず。
もう線香はね1箱買ったのが、これはいつ頃だろう。ティーンエイジャーの頃ですね。私がティーンエイジャーの頃があったんすよ。いや、線香って意外に長持ちしますね。しけるような気がするんですけど、びっくりです。まあこのまま僕の仏壇とかにも1個くっついてるんで11個でいいな。これは違う、ディストリビューターの真ん中に1本ありますね。ディストリビューターにつながってる大元のなんだっけあれは、忘れた。トランジスタじゃなくってなんだっけ。そこにつながってるのがもう一本ある。もう一本ケーブルをそうそう、ディストリビューターからイグニッションコイルっていうところにつながってるのがもう一本あるんですけど、イグニッションコイルは特に今回追加するつもりはないんで、ただディストリビューター側にはケーブルつけないとダメですね。でそれくっつけてないんで、エンジンの下に適当に隠しとくか。これを入れていきますか。どっちが楽なのかな。エンジン側に先にくっつけちゃった方が楽なのかな。でウレタンなんで13456、ウレタンはね、接着剤を何を使おうかっていうのがあるんですよ。コーキングではウレタンはね、一番接着力が強いというシリコンでもくっつかなかった記憶があるな。ただ引っ張って剥がすわけではないんで、ポリウレタン同士もダメなんですよ確か。これはいけない。やっぱりね、熱で紐の方が溶けちゃうな。離れたとこから煙い。こんなもんかな。うまくやらないとウレタンケーブルの方が溶けてきますね。それは想定済みなんで、くっつけたり離したりしながら。くっつきすぎるともう瞬時に多分
ウレタンケーブルが形を変えますから、もういかにして熱収縮チューブだけに熱を当てるかですよね。接着手持ちにあるのはこのシリコンポリマー、アクリル変成系のシリコンポリマースーパー X ですね、セメダイの。これが比較的大用途ってことで、ただこれクリア持ってないんですよ。手持ちにあるのがホワイト。まあいいです、ホワイト使います。あれですね、お風呂のコーティングみたいな感じですけれどもね。これをこういうところに取ってやって、今作ったこっち側にちょんとつけてやって、問題はね、放課までの時間を、これ処理効果どれぐらいかかるんだろう。ちょっとこれ乾燥固まらないと、接着剤が硬化しないと取り回しができないんで、どうしようかな。ダメだもうちょい穴深くするかな。ちょっとね、このシリコンの接着剤、シリコン系の接着剤の白が色が透明にはならないんで白いままですから、本当はねクリアが良かったんですけど、厳しいな。とりあえずケーブルを7本ですねつけました。乾燥か接着剤の硬化をちょっと待ちます。どうなのな、20分15分ぐらいかな。今こういう感じなんですよ。だから動かす程度は多分大丈夫じゃないのかな。もうちょっと置いときますか。今プラグコードの長さの調整ですね。で思ったんですけど、こんな風にエンジンにペタッとくっつかないです。プラグキャップ自体が L 字ですよね。もっとこう立ち上がってて、で下に向かってこう L で曲がってると、 L 字に曲がってると、だから実際はこのプラグコードは一旦下に回るんですよ、この穴よりね。ただまあそこまでは多分ね、0.6 ミリの真鍮線をうまく使えばできると思うんですけど、まあいいです適当だなこのおっさんは。で実際はこのエンジンの角のとこ、この辺りにねクランプがあるんですけど、ここの、ね、根っこにね、そこまではやらないですね。もうちょい短くしたいな。もうちょい短い方がいいかな。こうやってテープでマークして
でその辺りまでその辺りまでというか、そこに収縮テープをつければいい。この感じでいいね。そうするとここに大体合ってるところにマークすると、反対側にも収縮ケーブルをつけたんですけど、やっぱりもうちょっとプラグキャップの形にすればよかったかな。これね、今スチロール系、発泡スチロールの接着剤がクリアだったんで、それを使ってます。多分くっつくような感じがするんですよね。あんまりこう引っ張って遊ぶとこじゃないんで大丈夫でしょう。この後ろの3本をまとめたいですね。なんとかして多分ちょっと回してやればもうちょっとこんなもんでいいんじゃないですかね。こんな感じ。本来はこれヤスリかなんかで傷つけてツヤを消してとはいいと思います。こんなにツヤはないと思います。でこれをどうしようかな。こっちをこの辺にねイグニシオンコイルがあるんですよ。多分こんな感じでつながってると思うんですけどね。下で遊ばせとくか。こう突っ込んで。こんな感じになりましたってことですね。でこれまだちょっと固定はしてないですけど、この後接着剤ちょこちょこつけて接着してやればいいだけなんで、じゃあ本日はここまでですね。次はじゃあサスペンションかな。サスペンション、後ろのサスペンションですね。リアサスペンションやらなんやらマフラー取り付けたりタイヤ取り付けまでいけるかどうかなんですけど、そのあたりをお送りします。それではまた。